50代、60代で若い女性と楽しく交流している男性って実は結構いるんですよね。いや、そんなやついるわけないよって思いましたか？でも最近はマッチングアプリでも50代以上の男性利用者が増えてるみたいで、その中には20代、30代の女性とマッチングしている人もいるみたいです。街を歩いていても年の差カップルを見かけること増えましたよね。明らかに20歳以上離れてそうなのにすごく自然に楽しそうにしているカップル。そんなのどうせパパ活でしょって思う人もいるかもしれません。でもお金の関係じゃなくて純粋に惹かれ合っている年の差カップルも実際にいるんです。もちろんみんながみんなうまくいくわけじゃないですよ。でもうまくいっている男性たちにははっきりとした共通点があります。今日はそんな男性たちに共通する3つの特徴についてお話しします。若い世代と自然に交流したいなって思っているあなたにはきっと参考になる部分があるはずです。全部じゃなくてもどれか一つでも参考になればラッキーぐらいの軽い気持ちでもいいので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。大事なのは50代60代だからこそ持っている強みをちゃんと生かすこと。これから若い女性が何のために年上男性と時間を過ごすのか、どんな瞬間にこの人いいなって思うのか、その本音の部分をお伝えしていきますね。その前にもしこの動画が少しでも参考になりそうだと感じたらぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは大人の男性が女性と良い関係を築くための実践的な方法を女性目線でお伝えしています。通知をオンにしていただければ新しい動画を見逃すこともありませんよ。じゃあ一つ目の特徴から見ていきましょう。これを知るだけで女性との会話が変わりますよ。特徴1、話を盛り上げない賢さ。一つ目の特徴は話を盛り上げようとしないことです。これ逆じゃないって思いますよね。でも本当なんです。若い女性たちは SNS や LINE で一日中誰かとやり取りしています。お互い面白い返しを考えて、受け狙いで写真を送ってスタンプで盛り上げて、正直こんなやり取りにうんざりして疲れてるんです。そんな中で50代60代の男性と話すとなんか違うんです。沈黙があっても焦らない。無理に笑わせようとしない。話題が途切れてもそれはそれでいいやって感じで落ち着いています。デートで一番疲れるのってずっとテンション高く盛り上がらなきゃいけない空気です。2時間ずっとハイテンションとか正直きついです。それよりまったりお茶飲みながら時々話して時々黙って、それでも気まずくない、そういう関係の方が新鮮でまた会いたいなって思うんです。ここで大事なのは盛り上げないイコールつまらない人ではないってことです。実は話を盛り上げない男性の方が女性の記憶に残ります。なんでかっていうと、普段周りにそんな人いないし、一緒にいて疲れないから。長時間一緒にいても苦にならない。これって恋愛においてすごく大事なポイントなんです。あと盛り上げようとしない人って実は観察力がすごいんですよ。女性が話したがっているタイミング、そっとしておいてほしいタイミング、それを見極めています。女性の表情とか声のトーンとかちゃんと見てるんです。女性が愚痴を言い始めたら共感してあげて、楽しい話をしてるときは一緒に笑う。でも自分から話題を変えたり自分の話に持っていったりはしません。これが話を盛り上げない賢さの本質なんです。聞き上手っていうとただ黙って聞いてればいいと思うかもしれませんが、ちょっと違います。適切なタイミングで相槌を打って質問をする。でもその質問は詰問じゃなく純粋な興味からの質問なんです。それからもう一つ重要なのが女性の話を否定しないってことです。例えば女性が今月お金使いすぎちゃったって話したとします。するとついだから計画的に使わないとダメだよって言いたくなる。でもそれ言われても女性は嬉しくないんです。そっか、何に使ったの？楽しかったって聞いてくれる方がまた話したいなって思うんです。女性が韓国ドラマにハマってるって言ったら、そんなのどこが面白いのって思うかもしれません。でもどんなストーリーなの？誰が出てるの？って聞いてみる。すると女性は嬉しそうに話し始めるんです。この瞬間
あなたは特別な存在になってるんです。その後、女性の方から実は他にも見てるドラマがあってってどんどん話してくれるようになります。否定しないだけで女性の心が開いていくんです。あと、誤解されやすいのがガツガツしないのは興味がないからだって思われること。違うんです。ちゃんと興味を持ってるからこそ女性の話を最後まで聞ける。ガツガツしないのは興味がないからじゃなくて相手を尊重してるから。この違いすごく大事です。そしてガツガツしないっていうのは恋愛のペースを女性に委ねるってことでもあります。次いつ会えるかなって詰め寄らない。また会いたいなって思ったら連絡してねって選択権を渡すんです。不思議なもので追いかけると逃げられるけど選択権を渡すと向こうから近づいてくるんです。これは心理学でも証明されてることですよね。人は自分で選んだと思えることには積極的になるんです。50代60代の男性の一番の強みはこの余裕です。今すぐ結果を出さなくても1ヶ月後でも3ヶ月後でもいい。そういう長期的な視点で関係を築ける。これが若い世代にはない魅力なんです。実際こういう男性の方が女性から今何してるって連絡が来たりするんです。これは LINE でも同じなんです。既読つけてすぐ返信しない。でも無視してるわけじゃない。1日1往復くらいのペースで、でも内容はちゃんと考えて返してる。これが絶妙なんですよね。女性側もこの人なら変に気を使わなくていいやって思えるんです。返信遅くても怒らないし、会話が続かなくても気にしない。そういう安心感があると逆に女性の方から連絡したくなるんです。皆さんは女性の話を最後まで聞けていますか？つい途中でアドバイスしたくなっちゃいませんか？コメントで教えてください。特徴2、恐れずに行動する積極性。2つ目の特徴は恐れずに行動する積極性です。さっき話を盛り上げないって言ったのに今度は積極性って矛盾してるように聞こえるかもしれません。でもこれが面白いところなんです。会話では余裕を見せるのに行動は驚くほど積極的。このギャップが実は女性にとってすごく魅力的なんです。今の時代出会いの方法っていくらでもありますよね。マッチングアプリ、 SNS、 オンラインサロン。でも50代60代でモテてる男性って意外とアナログなんです。リアルで声をかけるんですよ。これ若い世代からしたら信じられないかもしれません。だっていきなり声かけるなんてナンパでしょって思うじゃないですか。でも違うんです。ナンパじゃなくて自然な会話から始めるんです。例えばカフェで隣に座った女性が美味しそうなケーキ食べてたら、それ美味しいですか？僕も頼もうか迷っててみたいに話しかける。書店で同じコーナーにいたら、その本面白いですか？実は似たような本を探しててとか。これ若い男性だとキモいって思われるかもって躊躇するところなんです。でも50代60代でモテてる男性の場合、不思議と警戒されにくいんですよ。なんでかっていうとガツガツしてないから。さっきの特徴1が生きてくるんです。声をかける時もいきなり連絡先聞いたりしない。ただその場の会話を楽しむ。で話が盛り上がったら、また会えたら嬉しいですねってさらっと言う。相手が興味なさそうなら、素敵な時間をありがとうございましたって爽やかに去る。この潔さが大事なんです。断られてもありがとう、話せて楽しかったって笑顔でいる。その余裕のある態度が実は女性にも伝わって、この人なんか違うなって印象に残るんです。断られることを恐れない。むしろ断られて当たり前くらいの気持ちでいる。10人に声かけて1人でも笑顔で返してくれたら儲けものくらいの感覚なんです。実際若い女性の立場から言うと、マッチングアプリで知り合った人よりリアルで自然に声かけてくれた人の方が印象に残るんです。だって勇気いるじゃないですか。その勇気に実は感心してたりするんです。ただここで大事なのが下心を見せないってことです。可愛いねとかタイプですとか、そういう軽い言葉は使わず、純粋に人として興味があるって態度で接する。これができるのも年齢を重ねた余裕があるからなんでしょうね。あと行動力があるっていうのはデートの誘い方にも現れます。
例えば、今度ご飯でもどうですか？じゃなくて、来週の土曜日、美味しいイタリアン見つけたんですけど、一緒に行きませんか？って具体的に誘うんです。断られたら、それはそれでいいんです。じゃあ、また機会があればって、あっさり引く。でも、1ヶ月後くらいに、この前は都合悪かったみたいだけど、今度新しくできたカフェ行ってみない？って、また誘います。しつこくないけど、諦めてもいない。この絶妙なバランスが、女性を引きつけるんです。SNS 世代の女性って、実はリアルな出会いに飢えてるんです。画面越しのやりとりばっかりで、生身の人間との温度を感じる出会いが少ない。だから、リアルで声かけてくれる大人の男性に新鮮さを感じるんです。それに、50代60代のモテる男性が声をかけるシチュエーションってナンパスポットじゃないんです。美術館とか本屋とか落ち着いたカフェとか、そういう場所で品よく声をかけてくる。これが若い男性のガツガツしたナンパとは全然違うんです。声をかける勇気がないって思うかもしれません。でも考えてみてください。50代60代まで生きてきて、仕事でもプライベートでももっと大変なことたくさん経験してきたはずです。それに比べたら、女性に声をかけるくらいなんてことないって思えませんか？ダメでもともと精神って言うと軽く聞こえるかもしれませんが、これ実はすごく大事なマインドセットなんです。失敗を恐れないから自然体でいられる。自然体でいるから相手も安心する。安心するから会話が続く。実際、成功率なんて関係ないんです。100人に声かけて99人に断られても、1人と素敵な関係になれたら、それで十分じゃないですか。その1人が人生を変える出会いになるかもしれませんよ。皆さんなら、どんな場所で女性に声をかけてみたいですか？美術館、カフェ、それとももっと身近な場所？よかったらコメントで教えてくださいね。特徴3、追いかけたくなる絶妙な距離感。3つ目の特徴は、追いかけたくなる絶妙な距離感です。これが一番難しいんですよね。近すぎると重い、遠すぎると冷たい。でも、50代60代でモテてる男性って、この距離感が本当に絶妙なんです。まず、連絡頻度の話からしましょうか。恋愛の初期って、相手からの連絡が気になって仕方ないじゃないですか。既読ついたかな？返信まだかな？って。でもモテるおじさんは、そういう駆け引きをしないんです。例えば、3日に1回、要件がある時か、本当に伝えたいことがある時だけ。最初は物足りないかもしれません。でも、これがじわじわ効いてくるんです。3日ぶりに、今日すごく綺麗な夕焼け見たよ。君にも見せたかったなって、写真付きで送ってくる。それだけ。返信をせかさない。既読スルーされても、次の日に追撃 LINE とかしません。女性からしたら、この余裕がすごく魅力的なんです。監視されてない、管理されてない。でも、ちゃんと気にかけてくれてる。このバランスが絶妙なんです。面白いのが、連絡が少ない男性の方が、女性は気になっちゃうんです。今日は連絡ないな。何してるんだろう。私のこと忘れちゃったかなって。で、女性の方から、お元気ですか？って連絡しちゃう。実は、連絡が来るかもって期待してる時間が、一番ドキドキするんです。毎日連絡が来るより、いつ来るかわからない連絡の方が、喜びが大きいんですよね。これ、計算でやってるわけじゃないんです。50代60代の男性って、本当に忙しいし、自分の生活がありますよね。仕事もあるし、趣味もある。友達との付き合いもある。女性だけが生活の中心じゃない。だから自然と適度な距離感になるんです。デートの頻度も同じです。毎週会おうとしない。月に2回会えたらいいな、くらいのペース。しかも、必ず女性の都合を優先する。来月のいつ頃が都合いいって選択肢を与える。今週の土曜か日曜みたいに迫らない。都合のいい男と大切にされる男の違いってここにあるんです。都合のいい男は女性が会いたいって言ったらすぐ飛んでくるイメージですよね。深夜でも早朝でも呼ばれたらすぐ行く。一見優しそうに見えるけど、実は女性から軽く見られちゃうんです。大切にされる男性は違います。会える日は限られてるけど、
その日は女性のために時間を空けてる。前もって予定を立てて、ちゃんと準備して特別な時間にしようとする。これが女性にとって大切にされてるって感じる瞬間なんです。あと、引き際の美学っていうのも大事です。デートの後、まだ一緒にいたいなって雰囲気でも、今日は楽しかった。また会おうねって、さっと帰る。女性が、もう帰っちゃうの？って思うくらいがちょうどいいんです。もっと一緒にいたかったなって思わせる。これが次につながるんです。告白のタイミングも、モテる男性は焦ったりしません。ただ、一緒にいて楽しい時間を重ねる。すると、女性の方から、私たちってどういう関係なの？って聞いてくることがあるんです。これが理想的な展開なんですよ。女性に選ばせる、決めさせる。でも、それは冷たいからじゃなくて、相手を尊重してるから。距離感って心理的な距離だけじゃないんです。物理的な距離も大事。初対面でいきなり距離を詰めない。ボディタッチとかしない。並んで歩く時も適度な感覚を保つ。でも、女性が近づいてきたら、それを受け入れる。この受け身だけど拒まない姿勢が女性を安心させるんです。女性を追いかけさせるっていうと、なんか策略的に聞こえるかもしれません。でも、違うんです。自分の人生を大切にしてる男性は、自然と追いかけたくなる存在になるんです。年齢を強みに変える考え方。ここまで3つの特徴を見てきましたが、実はこれら全てに共通することがあります。それは、年齢を隠そうとしないってことなんです。50代、60代という年齢を弱点じゃなくて強みとして活かしてる。これが本当にモテる男性の考え方なんです。実は皆さんが持ってる最強の武器って怖いものがなくなってることなんです。20代、30代の頃って失敗したらどうしよう、嫌われたらどうしよう、変に思われたらどうしようってビクビクしてたじゃないですか。でも今のあなたはどうですか？昔みたいに人の目を気にしてビクビクすることって減ってきてませんか？実はそれがすごい武器なんです。別に全員に好かれる必要はない。自分と合う人と出会えればいい。この開き直りが逆に魅力になるんです。これは極端な例ですけど、初デートでいきなり山登り誘っちゃう人がいました。普通に考えたら、若い女性に朝5時起きで山登りってハードル高いじゃないですか。でも、堂々と誘うんです。頂上で飲むコーヒーが最高にうまいんだよって。断られたら、それはそれでいいんです。でも、意外と行ってみたいっていう女性もいるんですよ。新しい世界を見せてくれる人として印象に残るんです。この相手に合わせすぎない姿勢が実は一番の強みなんです。若い男性や自信がない男性って女性の趣味に無理に合わせようとするじゃないですか。韓国ドラマ興味ないのに見たふりしたり。でもモテるおじさんは素直に知らないって言える。その代わり自分の世界に招待する。釣りが趣味なら今度一緒に行ってみない？朝日がすごく綺麗なんだよって誘う。女性が興味なさそうなら、じゃあ釣った魚で美味しい料理作るから食べに来てって別の形で誘う。自分の趣味を否定しない。でも押し付けもしない。これができるのは自分の人生に自信があるからです。50年60年生きてきてこれが自分だって確立してる。その確固たる自分があるから相手に振り回されない。そうですよね。あともう一つの強みはお金じゃ買えない贅沢を知ってることです。高級ホテルのラウンジじゃなくて地元の人しか知らない河原でコンビニのサンドイッチ食べながら夕日を見る。これが最高に贅沢なんだよって心から思ってる。そういう価値観を押し付けるんじゃなくて共有したいって思ってる。女性からするとこういう男性といると人生の楽しみ方を教えてもらえる感じがするんです。インスタ映えじゃない本当の豊かさを知ってる人。それから沈黙を恐れないのも皆さんの強みになります。車でドライブしてて30分くらい誰も喋らなくても平気。ラジオの音楽聴きながら時々いい天気だねっていうくらい。女性が話したくなったら聞くし、そうじゃなければただ一緒の空間にいることを楽しむ。これ昔だったら沈黙が気まずくて必死に話題探してたかもしれません。でも今なら沈黙も含めて
一緒にいる時間全部が大事だって思えるようになってきてませんか？そして終わりの美学を知ってるのも皆さんの年代ならではです。関係がうまくいかなくなった時、しがみつかない。今までありがとう。君といた時間は本当に楽しかったって感謝で終われる。これが20代30代だと、なんで？どうして？って粘っちゃう。でも今の皆さんはきっと終わりも含めて人生だって受け入れられると思います。不思議なことにこうやって綺麗に終われる男性ほどまた連絡したくなるんです。あの人今どうしてるかなって女性の方から気になっちゃう。年齢を重ねるって失うものもあるけど得るものもたくさんある。その得たものを正しく使える男性が本当にモテるんです。まとめ。50代60代でも若い女性と人生を楽しんでいる男性の特徴いかがでしたか？話を盛り上げない賢さ、恐れずに行動する積極性、追いかけたくなる絶妙な距離感、そして年齢を強みに変える考え方。どれも共通してるのは相手のペースを大事にしてることなんです。若い女性って実は年上の男性に対してそこまで多くを求めてないんです。一緒にいて落ち着く、話を聞いてくれる、たまに新しい経験をさせてくれる、これくらいなんです。でも多くの男性はやりすぎちゃうんですよね。連絡しすぎたり、アドバイスしすぎたり、お金を使いすぎたり、それが逆に重くなって女性が離れていく原因になってる。年齢差って実はそんなに問題じゃないんです。問題なのは年齢差を意識しすぎることです。そうじゃなくて普通に一人の女性として接する。これができれば年齢なんて関係なくなります。こういうモテる男性ってモテることをゴールにして行動してるわけではないんです。ただ目の前の女性と楽しい時間を過ごしたい、それだけなんです。結果的に付き合えたらラッキー、付き合えなくても楽しい時間を過ごせたらそれでいい、そういう気持ちでいるから変な力が入らないんでしょうね。今日お話しした内容をこういう考え方もあるんだなって頭の片隅に置いておくだけで自然と行動が変わってくるかもしれませんよ。もしこの動画が参考になったと思ったら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もまだの方はぜひお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。